初めての韓国。1ヶ月滞在して気づいた、準備してよかったこと、後悔したことをまとめます。おすすめのお店や宿、持ち物なども紹介するので、これから韓国に初めて行く方はぜひ最後までチェックしてみてください。アメ旅、脈々行ってきます。出発前にオンラインで入国の申請をしていたおかげで、入国審査がとてもスムーズでした。紙の入国カードも現地で書けますが、入国審査は長蛇の列。事前に申請しておけば飛行機を降りてすぐ並ぶことができます。韓国旅行でよく聞くワオパス。日本でアプリをダウンロードしてカードを購入しておき、プサン空港のコンビニで受け取りました。このカードにチャージしておけば、地下鉄もバスもこれ1枚で OK。 ソウル、プサン、キョンジュで同じカードが使えました。地下鉄もバスもクレジットのタッチはできなかったし、現金での購入も面倒なので、カードがあるとめっちゃスムーズです。あったあった。じゃあこれで入金します。ワオパスへはこの機械から日本円でチャージできます。しかもチャージした日本円をウォンで引き出せる。両替所が苦手な私にはとても便利でした。詳しい使い方はノートにまとめたので概要欄からどうぞ。韓国には無印、ユニクロ、ダイソーなど日本のお店がたくさん。セブンイレブンもすぐ見つけられます。なので荷物はできるだけ少なくして、あとは現地購入しました。コンビニで売っているコンタクトレンズの液は日本より安いかも。みんな大好きオリーブヤングも探さなくても見つかるので、スキンケアなども現地調達で大丈夫でした。品揃いや金額も日本とそれほど変わらないので、足りなくなったら現地で買おう精神で良かったと思いました。韓国の宿の水回りはシャワー、トイレ、洗面台が一体型のところがほとんど。そしてシャワーを浴びると全部びしょ濡れになるタイプ。できるだけ仕切りがある宿を探したけどとても少ないです。そこで便利だったのがこのサンダル。シャワーを浴びて洗面所を使いたい時に大活躍。宿のサンダルはちょっと衛生的に気になって使えず、ビーチサンダルでもいいと思うので一つ持っていくといいと思います。ちなみにこちらはプサンでのおすすめの宿。洗面所内に小さな段差があり、びしょ濡れコースを避けれます。とっても快適に過ごせました。韓国といえばグルメですが、私は辛いものが苦手。日本の中辛は食べられないことが多いです。韓国に住んでいる生徒さんにおすすめを聞いて、辛くない料理を調べてから行きました。食べてみて美味しかったものをいくつかご紹介します。ソウルでリピートしたのはタッカンマリ。日本の水炊きに似ていますが、大きな鶏肉は柔らかくて身がホロホロ取れます。優しい味でめっちゃ美味しかったです。締めのうどんも最高でした。こちらはプサン名物のテジクッパ。白いスープがほらもう辛くない。あっさり豚骨スープにお米を入れていただきます。自分で調節できる味付け。滞在中はめっちゃハマりました。
現地のキムチも意外と辛くないものが多かったです。赤くて辛そうに見えても辛くない料理があることも知りました。韓国グルメはおすすめがたくさんあるので、今後の動画でお伝えします。ではここから準備していなくて後悔したポイントです。ちょっとなぜな。一つ目は蚊対策が甘かったこと。私たちが行ったのは9月の1ヶ月間。爽やかな気候でしたが、とにかく蚊が多い。ドアや窓が開けっぱなしのお店やホテルが多かったです。そのためかどこでも蚊がいました。しかもなんかでっかいんです。初日の夜はホテルで4カ所刺されて全然眠れませんでした。その後ダイソーで蚊取りマットを買って代用しました。蚊に刺されやすいという方はお気をつけください。2つ目は現金を多く持ちすぎたこと。韓国はキャッシュレスが本当に進んでいます。屋台と交通以外はほぼカードで OK でした。現金を多めに持っていた私は結構余らせてしまいました。屋台は200円から800円くらい。地下鉄とバスも1回150円ほどととてもありがたい料金です。次に行くなら2人で1日1000円くらいの計算でいいかなと思います。3つ目は寒さ対策。韓国は日本より爽やかと言いましたが、昼は結構暑いのに朝晩は冷えました。プサンでハイキングした時は体温調節がうまくできず、まんまと風邪をひきました。街中でも日中の寒暖差が大きいです。私のように油断して風邪をひかないよう皆様ご注意ください。4つ目は KTX。 韓国の高速鉄道 KTX。 乗り心地はすっごく快適で旅行者にとってもとても便利です。でも今回は2つ失敗しました。まず1つ目、オンラインでチケットを買おうとしたけど、なぜかクレジットカードが使えず、駅の券売機も韓国のクレジットカードしか使えなかったので、混んでいる窓口に並ぶことになりました。後から知ったのですが、外国人向けの公式サイトだと日本のクレジットカードでも買えるらしいので、次回はそちらで購入しようと思います。そして2つ目、当日乗りたかった時間帯の便が満席。金曜日の午前中9時から12時までずっと満席で、予定を大きくずらすことになりました。前日の木曜日に買いに行ってこんな感じだったので、 KTX に乗るなら早めの予約がおすすめです。今日は私が韓国に初めて行って準備してよかったことと後悔したことをお話ししました。初めて韓国へ行く方の参考になると嬉しいです。楽しい旅になりますように。ここまで見てくださりありがとうございます。またね。